ご覧いただきありがとうございます。今回の動画は天王寺から奈良まで大和路快速に乗車したいと思います。早速今回乗車する大和路快速が天王寺駅環状線ホームに到着しました。使用する車両は JR 西日本221系電車です。転換クロスシートを備えた快適な車両です。大和路快速奈良方面行きは天王寺を出発し大阪環状線を一周し天王寺まで戻ってきた後奈良へ向かいます。そんなわけで奈良に向かうべく天王寺駅を出発しました。天王寺駅では乗り間違いを防ぐため大和路快速とは一切表示案内せず大阪環状線内回り電車として案内されていました。次の停車駅寺田町駅からは車内の表示駅の表示は大和路快速と表示されていました。この時点でこの電車が奈良まで行くことを意識して乗っている人はほとんどいないでしょう。お待たせいたしました。今日も大阪環状線をご利用くださいましてありがとうございます。当電車は大阪環状線内回り鶴橋、京橋、大阪方面行きです。まもなく寺田町です。天王寺を出発して最初の停車駅寺田町駅に到着しました。近鉄奈良線大阪線との接続駅鶴橋駅に到着しました。近鉄線鶴橋駅からは奈良、名古屋、伊勢志摩をはじめ西は阪神、神戸三宮まで列車が走っています。鶴橋駅からは近鉄線の看板列車火の鳥、アーバンライナー、島風、ビスタカー、伊勢志摩ライナーなど多種多様な特急列車に乗車することができます。森の宮駅を出発しました。この後大阪環状線の車両たちが休んでいる車庫の横を通っていきます。こちらの車庫には環状線の車両たちのほか乗り入れている関空、紀州路快速や大和路快速の車両たちが休憩しています。駅の地名が大阪市中央区大阪城にある大阪城公園駅に到着しました。大阪城公園駅を出発しました。次は京橋駅です。京橋駅到着までに森の宮駅付近にあった車庫からの線路と合流します。ちょうど車庫へと向かう環状線用323系とすれ違いました。学研都市線、東西線、京阪電鉄との接続駅京橋駅に到着しました。さらに環状線を先に進み桜の宮駅を出発します。駅を出てすぐに大川を渡りますが、この大川は日本三大祭り天神祭りの際には船渡御が行われ奉納花火が上がり桜の宮駅も大変な人で混雑します。また春の桜の時期には大川の両岸には桜の花が咲き乱れ素晴らしい絶景を満喫することができます。天満を出発し次は大阪駅です。ご乗車ありがとうございました。まもなく大阪です。お出口は右側です。JR 神戸線、京都線、宝塚線、大阪東線と阪急線、阪神線、地下鉄線は乗り換えです。当電車は大和市と行く奈良駅です。今日も大阪環状線をご利用
知れた大阪で一番のターミナル駅で JR 線八面15線を誇る巨大駅で阪神線、阪急線、地下鉄線に乗り換えができます。大阪駅を出発しました。まもなく福島です。お出口は右側です。福島を出ますと次は西九条に停まります。ここから大和路快速鴨行きは今までの環状線区間とは少し異なった表情を見せます。 JR 神戸線と離れた直後、福島駅に到着します。福島駅を出発しました。この付近の環状線の線路の右側には大阪駅地下ホームから地上へと出た梅田貨物線の線路が並走してきます。この付近ではまだ架線しか見えていませんが、この後環状線と同じ高さまで登ってきます。今日も JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は大和路快速奈良行きです。次は西九条です。お出口は右側です。西九条を出ますと次は弁天町に停まります。大阪駅地下駅からの線路が並走してきました。大阪駅からのこの区間は貨物列車特急はるか黒潮も頻繁に走る区間なのに対し、なんと単線で運転されています。大和路快速は次の駅野田駅を通過します。環状線を走る大和路快速関空紀州路快速は環状線の駅のうち野田駅、芦原橋駅、今宮駅の3駅を通過します。このためこの3駅は日中環状線にしては極端に停車本数が少なくなります。西九条駅を出発します。これからの秋の時期、パーク内にゾンビがあふれかえる USJ の最寄り駅ユニバーサルシティ方面への乗り換え駅です。真ん中の2線が桜島方面行き、その奥が環状線外回り線、そして一番奥が梅田貨物線の線路です。一部の環状線の電車はユニバーサルシティ方面桜島駅まで直接乗り入れています。次は弁天町です。お出口は左側です。弁天町を出ますと次は来週に停まります。The next stop is 弁天町 Station number 015. Please exit on the left. After leaving 弁天町, we will be stopping at 今宮駅付近を通過しています。今宮駅は2層構造となっており、3階が環状線内回り線、2階が環状線外回り線と大和路線の上下線のホームとなっています。まもなく新南です。お出口は左側です。 JR 難波方面と南海線、地下鉄線、阪海線はお乗り換えです。新南宮を出ますと次は天王寺に停まります。ここで列車は今まで走ってきた環状線から大和路線へと線路を移ります。南海高野線南海本線の下を交差し、新今宮駅に到着しました。新今宮駅付近は大阪でもとてもディープな場所ですが、現在では大阪らしさのあふれる街となっています。新今宮駅を出発しました。まもなく天王寺です。お出口は左側です。大阪環状線鶴橋京橋方面、阪和線、関西空港線と近鉄線、地下鉄線、阪海線はお乗り換えです。
右側柵の奥に少し空き地となった場所がありますが、これは昔南海線の天王寺支線の線路があった場所です。1993年平成5年までは天王寺駅に南海電車が乗り入れていました。今となってはこの空き地だけがその痕跡を残しています。38分前に出発した天王寺駅に再び戻ってきました。そしてここから大和路快速は奈良へと向かいます。概要案にも記載していますが、動画の都合上天王寺を出発後環状線を一周し鴨まで乗車したように編集していますが、実際には環状線の一部の部分と大和路線の収録は別日に行っています。大阪環状線を一周すると運賃計算が複雑となるため、今回は別日の収録とし編集でつなぎ合わせることとしました。一番右側の高架を駆け下りる線路は関西空港白浜方面から環状線へ乗り入れるための線路です。逆に環状線から阪和線へ向かう線路がこの電車の左側にあります。今日も JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は大和路快速奈良方面鴨行きです。久宝寺、王子、法隆寺、大和堀泉、郡山、奈良、奈良山、木津、終点、鴨の順に停まります。次は久宝寺です。久宝寺を出ますと次は王子に停まります。Thank you for using JR West。大和路線に入った途端、今までの列車本数の多いゆっくりとした走りの大阪環状線とは打って変わった軽快な走りを見せてくれます。なおかつほぼ各駅に停車していた環状線とは違い、次々と駅を通過していきます。まもなく久宝寺です。お出口は左側です。大阪東線新上花店大阪方面はお乗り換えです。久宝寺を出ますと次は王子に停まります。久宝寺に到着の前、大阪、新大阪、花店方面からの大阪東線の線路と合流します。大阪東線は日中は大阪、久宝寺間の折り返し運転ですが、朝夕のラッシュ時には奈良までの直通運転を行っています。左側2番乗り場に着きます。大阪東線、普通、花線、新大阪方面行きは10時31分、ホーム変わりまして3番乗り場から発車します。大和路線、八尾、四季、柏原方面、各駅に停まります。普通、王子駅は10時25分、着きました同じホームの向かい側、1番乗り場から発車します。久宝寺駅に到着しました。天王寺から王子までの間は快速らしい走りを見せつけ、次々と駅を通過していきます。近鉄道明寺線との接続駅である柏原駅を通過します。2両編成の道明寺線の柏原駅は JR の駅の端にひっそりと寄り添うようにありました。この後、近鉄大阪線と一瞬の並走をした後、近鉄線の下を交差し、大和川とともに王子を目指します。
先王子駅を越えた先までの間にわずか3駅ほどで同じ大和川を6回も渡ります。曲がりくねる大和川と共に進みながら列車はこの先で大阪府から奈良県へと入っていきます。越えながら大阪と奈良の県境を列車は速度を上げて越えて行きます。夏の日差しが車窓の緑の風景をより熱く演出していました。車内はエアコンが効いて快適ですが、外は灼熱の状態だと思います。大阪府最後の駅河内方上駅を通過しました。この先の3度目の大和川を越えた後、奈良県へと入っていきます。王子を出ますと、次は法隆寺に停まります。まもなく王子駅に到着します。王子駅は JR 和歌山線との接続のほか、近鉄田原本線、生駒線への乗り換え駅です。出口の左側1番乗り場に着きます。和歌山線普通高田行きが10時41分、ホーム変わりまして5番乗り場から発車します。五条腰本方面普通和歌山行きが11時5分、同じく5番乗り場でお待ちください。途中のところで前の和歌山線経由奈良駅に連絡します。王子駅構内の車庫には大和路線の車両たちが休憩しています。221系、227系のほか、すっかりその数を減らし貴重な存在となった201系電車の姿もありました。広大な敷地の車庫で夕方のラッシュまで休憩する姿がなんとなくほのぼのしているようにも見えました。ちょうど大阪方面へと向かう201系普通電車が停車していました。昔ながらの駅の風景が色濃く残る王子駅に着きました。王子駅を出発しました。ここから先終点の鴨まで各駅に停車します。法隆寺駅に到着しました。世界遺産法隆寺への最寄り駅です。最寄り駅といっても徒歩20分ほどかかります。大和小泉を出てしばらくすると近鉄橿原線の下を交差します。近鉄橿原線は橿原神宮前、大和八木と大和西大寺を結ぶ地味ですが近鉄にとって重要な路線です。次は奈良です。次は奈良に到着します。大和路快速の多くの電車は次の奈良が終点ですが、奈良を越えて鴨駅まで行く電車もあります。奈良での乗り換えのご案内をいたします。出口は右側5番乗り場に着きます。奈良線途中宇治まで先に着きます。普通電車の京都行きは10時54分、江ノ島八号から向かい側4番乗り場から発車します。6時と同福寺京都に乗り換え着きます。宮
宮古路快速京都行きは11時7分、同じく4番乗り場でお待ちください。万葉マコロバス通電車の桜井駅は10時56分、ホーム変わりまして1番乗り場から発車します。この電車は大和路快速友行きです。奈良を出ますと奈良山、伊豆、終点鴨の宿に停まります。ご乗車ありがとうございました。まもなく奈良です。お出口は右側です。奈良線、常陽、宇治、京都方面と万葉まほろば線、天理、宇和、桜井方面がお乗り換えです。奈良を出ますと次は奈良山に停まります。Thank you for riding with us. We will be stopping at 奈良山。大和路快速は日中1時間に4本程度ありますが、そのうちの1、2本ほどが鴨まで乗り入れています。高架化工事と新駅の設置工事が行われている奈良駅手前の区間を過ぎると高架を駆け上がり奈良駅に到着します。大阪駅天王寺駅からは便利で快適に奈良まで来ましたが、一般的に大阪からは近鉄の利用がとても便利です。難波からは本数も多く、神戸、三宮から阪神線との直通運転も行われています。奈良の観光地春日大社や奈良公園、東大寺なども近鉄奈良からの方が近く便利です。奈良駅に到着しました。一瞬ですが近鉄奈良へ向かう大通りとその先にある奈良公園、そして若草山が見えていました。次は奈良山です。お出口は左側です。奈良山を出ますと次は木津に停まります。The next stop is 奈良山。Station number Q37。次の奈良山駅には快速でも大和路快速は停車しますが、奈良と京都を結ぶ宮古路快速は通過します。乗っていた観光客の大半の方が先ほどの奈良で降りて行き、車内はとても空いてきました。奈良山駅の手前で大和路線の車庫に向かう佐保信号場を通過します。この奥に広大な大和路線の車庫があります。残念ながら大和路線からはほとんど見ることができません。まもなく奈良山です。奈良山を出ますと次は木津に停まります。奈良山駅に到着しました。ちょうど大阪へ向かう大和路快速が停車していました。奈良山駅は斜面に駅があるため、上り線と下り線の間に段差があります。こちらからだとちょうど反対側の電車の床下に目線が来ていました。床下機器マニアと台車マニアの方には嬉しい瞬間でした。道は左側です。奈良線、常陽、宇治、京都方面と学研都市線、京田辺、四条畷方面はお乗り換えです。木津を出ますと次は終点鴨に停まります。次は木津に到着します。学研都市線、京田辺、四条畷方面と奈良線、宇治、京都方面との接続駅です。京田辺 and 四条畷。After 木津駅に到着しました。次は終点鴨です。木津駅は駅舎は京上駅舎となり、
リニューアルされていますが、ホームは昔ながらの面影が随所に残っていました。ここから先、終点鴨までの一駅、のどかな田園風景の中を走る全面展望をお楽しみください。出発した瞬間に学研都市線は左に分かれ、その後奈良線は直進し分かれていきます。次は終点鴨です。お出口は右側です。The next stop is Kamo. Station number Q39. The final stop. Please exit on the right. 天王寺を出て大阪環状線を一周し、大和路線をここまで来ましたが、これまでは全て伏線でしたが、ここからは一駅だけ単線となります。単線ですが走りやすそうな軽快な区間が続きます。この区間は1988年昭和63年に電化が完成し、電車が運転されるようになりました。現在では大阪環状線と鴨駅を1時間に2本ですが便利に結んでいます。なお鴨駅から先亀山まで関西本線は現在も非電化区間で、名古屋大阪を結ぶ関西本線の難所とも言われています。この大阪難波から名古屋まで関西本線を乗り通した動画を以前に投稿していますので、チャンネル登録してご覧いただけたら嬉しいです。天王寺駅を出発し、大阪環状線を一周した後、再び天王寺駅に到着。その後大和路線で鴨駅まで到着しました。大阪環状線の過密な列車ダイヤを縫って走る区間や鶴橋、京橋の私鉄線との接続駅を経由して大阪一番のターミナル駅大阪駅に到着し、残り半周環状線を快速運転で3駅だけ通過し、再び天王寺駅に戻った後、大和路線の通過駅を爆速で通過し、王子からは全ての駅に優しく親切に各駅に停車してきました。奈良から先はローカル色の濃い木津駅を越え、単線区間をひた走り鴨駅に到着しました。ご乗車ありがとうございました。まもなく終点鴨です。関西線笠木伊賀上野方面はお乗り換えです。今日も JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございました。鴨です。お出口右側1番乗り場です。関西線笠木伊賀上野津江方面各駅に停まります。普通亀山駅は着きましたホーム向かい側2番乗り場でお待ちください。11時40分発です。鴨駅では関西本線の機動車が2両仲良く休息をとっていました。今回の動画は以上となります。ご覧いただきありがとうございました。大和路快速乗車の際の参考になりましたら嬉しいです。今後も鉄道、旅行、ホテルの動画を投稿していきますので、高評価、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。コメントもいただけるととても嬉しいです。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。